はじめまして、こんにちは。レイド指導レジェンド日本公式アンバサダーの BS エコリンです。いつも動画をご覧いただきましてありがとうございます。今回の動画はスパイダーの巣ノーマルをゆっくり丁寧に解説していきます。私自身スパイダーで苦労したので、同じく進まずに困っている方に少しでもお役に立てたらと思います。ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。よかったらグッドボタンもお願いします。ドロップ異物。ダンジョンのスパイダーの巣を開きます。勝利するとドロップされるのは装飾品です。指輪、アミュレット、旗の3種類。あとは神秘石や古代石、XP ドリンクやシルバーがドロップされます。ドロップされる装飾品とランクはステージごとに表示されています。指輪はステージ1から、アミュレットはステージ4から、旗はステージ8からドロップされます。ステージが上がっていくとドロップされる装飾品のランクやレア度が高くなります。それでは次にボスのスキルを見ていきましょう。それではボスのスキルを見ていきます。その前にボスの名前をご紹介。ででん、スカバグです。ドラゴンの巣やアイスゴーレムの山と違い、いきなりボス戦が始まります。道中の敵のことは考えなくていいのが楽ですね。安定して倒せるようになれば、シルバー稼ぎのために周回するのにも向いています。ただ、スカバグは強いので、序盤はなかなかステージが思うように進まず、周回できるようになるまでは時間がかかって悩ましいですよね。少しでも倒せるようになれたら楽しいです。スカバグのスキルを見ていきましょう。まず、A1 の通常スキル、ベノムスプレー、全体攻撃をしてきます。毒を受けている敵へのダメージが 15% アップします。A2 のアクティブスキル、ステュビファイングシルクも全体攻撃をしてきます。70% の確率でターンメーターを 30% 減少させられます。その時、ターンメーターが0になったらデバフの睡眠をかけられます。パッシブのスパイダリングホード。ラウンド開始時に6匹の子雲を放ちます。そして私たちの各英雄のターン開始時に2匹、スカバグのターン開始時に4匹の子雲を放ちます。1回で最大10匹の子雲が放たれます。いっぱいだよー。それぞれ新しい子雲なので、蘇生無効は効きません。各ターン開始時に残っている子雲はスカバグに吸収されます。吸収された時、子雲1体につき、スカバグは最大 HP の 3% が回復し、攻撃力が戦闘中 10% 増加します。これは避けたい。吸収されたら次のターンは吸収がお休みです。スカバグや子雲をライフスチール装備で攻撃した場合、元の回復量の 35% しか英雄を回復しません。パッシブ2つ目と3つ目はスカバグに効かないデバフが記されています。ヒーリングはシュワード、治癒ダウンが無効化、毒のダメージは軽減されます。オールマイティイミュニティ、スタンやフリーズなどのクラウドコントロール系、HP 交換や HP バランス効果、スキルクールダウン延長が無効です。ステージ21以降はパッシブが2つ追加されます。1つ目はオールマイティストレングスで、ボス攻撃時に相手の最大 HP に応じて変化するダメージ量は、ボスの最大 HP の 10% を超えることはない。このパッシブで1回のダメージ量に制限が入ります。敵の最大 HP がダメージ基準の攻撃やスマイトは、ダメージが 10% までとなりますが、それでも十分強いですね。2つ目はオールマイティパシスタンス。ボスへのターンメーターダウン効果が 50% 低下します。以上がスカバグのスキルです。次は戦うコツを解説していきます。それでは戦うコツを解説していきます。スカバグの通常スキルは全体攻撃で毒を受けている敵へのダメージが 15% アップします。子雲が攻撃時に毒 5%、2ターン付与してきますので、できればデバフブロックをつけたいです。デバフブロックを仲間に付与できる英雄がいなければ、デバフ解除もいいですね。スカバグのパッシブはターンメーターダウン効果が 50% 低下でしたね。ですがターンメーターダウンは十分有効です。そしてスピードダウンも効果があります。このどちらかまたは2つの効果でスカバグを足止めしましょう。攻撃には HP バーンがとても有効です。HP バーンはターンが来た時にデバフを受けている自身と仲間全員に
最大 HP3% 相当のダメージが入ります。特に小雲に HP バーンを付与できれば、スカバグより小雲がよく動きますので、動くたびにスカバグにダメージが入ります。ダメージを与えやすくておすすめです。ヘックスも HP バーンと似ています。仲間がダメージを受けた時に、ヘックスを受けている雲にもダメージが入ります。仲間が受けたダメージに対するダメージなので、大ダメージを出せる英雄と一緒だと効果を大きく感じます。敵の最大 HP によるダメージ基準のスキルがある英雄との組み合わせもとても強いです。ブリムストーンの祝福をつけたレジェンダリー英雄を入れるのもおすすめです。これらのデバフは全体攻撃で付与したいところです。そして通常スキルでも全体攻撃できる英雄がいると小雲を倒しやすくなります。弱体化と防御力ダウンも入れると早く倒せます。そしてもう一つはおとり作戦です。これは私はあまりやったことがありませんが、ゲーム内の攻略に書いてあったから説明します。小雲は自分より不利な属性の英雄から狙ってきます。なので HP や耐性を高くしたり、回復する異物をつけたり、カウンター攻撃させる英雄を入れておとりになってもらう作戦もありです。ステージによって雲たちの属性が違うので、それぞれの属性のおとりを用意するのはやや難しいかもしれませんね。ちなみに、スカバグのスピードは95、小雲のスピードは150、ノーマルのステージ1から25まで共通です。とっておきワンポイント。スカバグにはクラウドコントロール系デバフが効きませんよね。ところが、小雲にはスタンやフリーズが効きます。なので、全体攻撃でスタンやフリーズをさせて、その間に雲たちにダメージを与えていくのもおすすめの戦い方です。フリーズだとダメージ入りづらくなるので、スタンの方がおすすめではあります。他には倒されてしまうなら回復や蘇生、倒されないようにするにはダメージブロックやシールドなどもおすすめです。おすすめ英雄。それではスパイダーの巣におすすめの英雄をご紹介していきます。敵の最大 HP がダメージ基準のスキルがある英雄として、セイクリドオーダーのアンコモン、アーミジャー、ダークエルフのレア、コールドハート、ハイエルフのエピック、ロイヤルガード、ヘックスや毒、そしてデバフ感染できるスキンウォーカーのエピック、アケムタム、防御力ダウンとターンメーターダウンできるセイクリドオーダーのエピック、ディーコン・アームストロング、ターンメーターダウンと HP バーンを付与できるセイクリドオーダーのエピック、モルデカイ、雲たちにスタンを付与して仲間にシールドを付与できるナイトレブナントのエピック、ミスクリエイテッドモンスター、スピードダウンと仲間にデバフブロックを付与できて、さらにデバフ解除と回復ができるアンデッドホードのエピック、マウソレームメイジ、仲間にデバフブロックとダメージ耐性、雲たちにフリーズを付与できるデーモンスポーンのエピック、アチャク・ザ・ウェンダリン。使ったことはないけど、スキルが良さそうと思ったのは、スピードアップや治癒継続もあって、雲たちにスタンを付与できるスキンウォーカーのエピック、ゴームイエローハンドなどを参考に挙げさせていただきましたが、他にもいます。全体攻撃の英雄は手持ちの中から探してみてください。次はおすすめしたことを取り入れながら、エピック英雄のみでノーマルのステージ25クリアしてみたいと思います。まず自分たちにデバフブロック、ターンメーターアップして雲はターンメーターダウンさせていく。防御力ダウンと HP バーンもしっかり入れていく。弱体化も入れたいところでしたが、今回の英雄には弱体化を入れられる英雄は入っていません。そして毒とスピードダウン。少しでも入手しやすい英雄として虚空なしでチャレンジします。同じ英雄をお持ちでないかもしれません。似たようなスキルがある英雄がいますように。1人目、スピードリーダーにディーコンさん。防御力ダウンとターンメーター減少もしてくれます。2人目、HP バーンのモルデカイ。3人目、敵の最大 HP がダメージ基準の全体攻撃持ち、ロイヤルガード。4人目、毒と回復がお気に入りのアオックスくん。ダンジョンの評価は高くないけど、私はよく使ってます。5人目、スピードダウンとデバフブロック、さらにデバフ解除と回復のマウソレームメイジ。ディーコンさんが雲に対して不利属性なので狙われています。
ブレインドも回復しつつ、HP バーンや毒などでじわりじわりと雲たちの HP を削っていきます。それでは少し早送りします。ここでなんとディーコンさんが倒されちゃった。続いてロイヤルガードも倒されていきます。もうダメなんじゃないかと思いきや粘る3人。この3人は雲たちに対して有利属性です。もしかしてこの3人で勝てるんじゃないかなと思い、3人でも戦ってみたところ勝てました。ステージ24は雲たちの方が有利属性です。やっぱり勝てませんでした。3メーターダウンと HP バーンと弱体化のジオマンサーと、スピードリーダーで防御力ダウンと3メーター減少してくれるディーコンさんを追加。ジオマンサーは自身の HP バーンがかかっている方がダメージの跳ね返しがあって強いですが、今回 HP バーンを絶対入れたいと思って、HP バーンを付与できる2体を入れてしまいました。こうして大ダメージを出す英雄がいなくても、じわりじわりと倒せましたね。まとめ。スパイダーの巣ノーマルで特におすすめのバフとデバフは、デバフブロック、HP バーン、スピードダウン、弱体化、防御力ダウン、スマイト、ホグモニスタン。特におすすめのマイナス効果は3メーターダウン、そして攻撃は全体攻撃を取り入れましょう。この動画で紹介した英雄で挑戦してくださっても嬉しいですし、他にも優秀な英雄たくさんいるので、手持ちの英雄をチェックしてみてください。よかったら皆さんのおすすめ英雄やエピソードや見たよと一言でもコメントしていただけるとすごく嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やグッドボタンお願いします。次回の動画やライブ配信も見に来ていただけると嬉しいです。おつれいどー。